私はミカ。口に出して気持ちいいことわざは桃栗3年 ×8 年な女の子。この子は梅。あったらいいなと思うことわざは2匹のウサギさん1匹でも可愛いな女の子。この子はあら。好きなことわざは人間バンジー最低でクザな女の子。敵幹部との壮絶な戦いの末に瀕死に陥ったはずが、どういうわけか助かったみたいで。あれ、なんでうちらここにおんの？っていうか体ピンピンしてんねんけど。それはなんていうか、まあなんやかんやありました。いや、結構なドラマチック展開があったであろう。この状況をもうちょい私らに共有してもバチは当たらんで。ミカちゃん、なんやかんやはなんやかんやです。つまりアルムのエネルギーを利用して私の発明と梅の願いでみんなが駆けつけたはいいけど、あのバグを止めなこの世界は終わってまうってことや。無駄のないサマリー。サンキューなジャリガール。ジャリルナ。ほんじゃトリマバグ止めよか。せっかく生き返ったことやしね。よっしゃい。最初やったら何でもできる気する。おオール明けのバイトくらいのノリでなんとかなる思ったけど全然あかんやん。っていうか願いが叶うなら梅ちゃんなんであいつを止めるのに使わんかったん？セナ先輩、今は過去を振り返ってる場合やない。みんなの未来は希望を。ものすごい正論やけどなんかしっくりけえへん。その、私に何かできることありませんか？トリムちゃんは大丈夫やで。ここは私たちで何とかするから。いや、でもタイタニックに乗ったつもりで安心し。いや、切ないボケやめ。でも確かにここは魔法少女の仕事やから大丈夫やで。みんな傷つきながらこの世界を守ろうとしてる。なのに私はいつも魔法少女様に守られてばっかで。あれ？そんな守られてなかった。でも、だけど私だって力になりたい。トリム？あれ、確かあの文字、この前も。そりゃ助けたいけど、でも私には何も。欲しい！でも知らない人から物をもらうのはちょっと。それにこういう甘い誘いから人生を踏み外すこともあるだろうし。私、やっぱり。一方的！何これ？トリムちゃん、どうしたその格好。なんか私、魔法少女になったみたいです。魔法少女ってそんな七夕でなれるもんなんか。すごい力が溢れてくる。今ならきっと私。ちょ待って、なんかさっきから頭の中で声聞こえんねんけど。なんかの呪文？まさかこれが真の伝説の究極魔法？最後にかけてのご都合的なインフレ感がいいなねん。噛んだら罰ゲームね。みんな、これがきっと最後のチャンス。いくよ。せーの。毎度たこ焼き売り切れ買い物するのよヌーチェ町。儲かりマッカーぼちぼちでんなクーネル働く梅田は便利。やたら遠いの東通り。ルクはいいねルクアからのグラングリーン。グランフロントの北南。梅北からの切手からのハービスプラザのハービスエイトの阪急阪神百貨店からの毎度イカ焼き売り切れ串カツ二度漬けなんでやねん。待ち合わせたのはビッグマンよりヘップにおるってどないやねん。梅田ダンジョン地下ダンジョン迷子のギアモール。うわー行ってキュッと曲がって泉の広場は行き過ぎで3広場越えて3番街で紀ノ国屋のビッグマン。結局映画見に行くんならヘップで全然よかったやん。帰りの電車に乗る前ちょっとミックスジュースではい乾杯。いや長っ。私は秋葉トリム。先月、大阪市のとある学校に転校してきた。この街は怪異に溢れている。永遠に昇らぬ太陽、重力に反した建造物、そして相次ぐ失踪事件。何より不思議なのは、事件が半径5メートル内で起きているのに、誰もがミリ単位も動じていないこと。ニュースにもならず、皆一様に平々凡々と凪の生活を送っている。私はこの怪異が表面張力ってる大阪市の謎を解明すべく、超常現象解明部、通称、超助言を立ち上げた。部員は今のところ私一人。コペルニクスもこんな気分だったのか。いつの世もファーストペンギンは孤独なものさ。トリムちゃんやな。さっきから何一人で喋ってんの？いや、超常現象解明部？何これ？いや、っていうかうちらカラオケ行くけど一緒に行かへん？私？
また出たか。学生半額の日やったのに。しゃあないな。ほなうちら行くわ。トリムちゃんまだな。もうまた喋れなかった。友達ができなくて私はこの町に転校してきた。変わったことをすれば目立つと思い著書源を立ち上げたのに、まともに会話することさえできないなんて、そんなのだったら。何俺。もうええ加減敵んとこ行くで。出たよ優等生。出馬でもするん？ちゃちゃっと魔法で片付けよ魔法少女。なぜだかわからないが、彼女たちなら私を救ってくれると確信した。その時すでに私は魔法にかかっていたのかもしれない。私は秋葉トリム、魔法少女、見習いの見習いの私は相棒のレムと共に梅田の街でパトロールを再開。正式な魔法少女になるべく新たなバグを見つけ出そうと暗躍するのでした。トリムちゃん、この辺りでバグが発生しているとレーダーが反応しているわ。気になってたんだけど、犬型ロボットとして生まれたのに嗅覚では察知しないパターンなんだ。今はディティールより機能面を評価してほしいわ。ただ反応がかなり遅くて正確な位置まで特定できないわ。見渡す限り特にバグらしいバグも見当たらないけど。もしかして落ちる気イコール年齢である私に相棒ができていること自体がバグだという東大元から施設？だとしたら合流した時点でレーダーが反応してるわ。仕方ない。こうなったら地道に調査していくしかないか。まずは目の前にある梅田スカイビル。どうやって調査するわ？高さ173メートルの高層ビルと歌っているけど、バグの影響で少し小さくなっているかもしれない。だからビルの写真を撮影して、それを SNS で拡散するの。そこで周囲の人々が、あれ小さくなってない？と反応を示せばバグであることが立証されるという算段よ。無駄打ちが多すぎてトリプルボギーのような手口だわ。もっとスマートな解決策が確実に存在するはずだわ。レム、私はいつでも大丈夫よ。じゃあ撮影するけど、これってトリムちゃんまで映り込む必要あるのか？比較対象がないと大きいのか小さいのかわからないでしょ。このスケール感のビルと撮影しても比較対象として成立してるとは到底思えないわ。うまく撮れてる。いやちょっとトリムちゃん、地味に浮遊してるわ。これだと違う角度から世間の反応を集めることになるわ。あれれ、おかしいな。普通にしてたつもりなんだけど、魔法少女ともなると自然と体が浮いちゃうものなのかな。ナチュラルに既成事実を作ろうと必死すぎるわ。これは臭いよ。もう一度取り直すわ。今度は大丈夫そうだわ。よし、これでこの写真を SNS にアップして、魔境ではない関西のルールにのっとった上で少数精鋭の女が梅田スカイビルと記念撮影。匂わせのやり方が平成すぎるわ。そもそも何言ってるかわけがわからないわ。どうせならレムも一緒に撮影しようよ。一人だと寂しいからさ。これまで思い出らしい思い出も作ってこられなかった人生だったし。レム？いや、定期的にダークモードに切り替えるのはやめてほしいわ。一緒にするからさっきまでのトリムちゃん帰ってきてわ。どう？完璧に撮れてるんじゃない？いやこれまるで魔法のステッキのようなことが一人ごと明らかに相棒であろう元の生命体が映り込むことにより魔法少女としては完璧な奇跡の一枚に仕上がってるわ。でも待ち受けにするくらいならいいよね。浮かれすぎだわ。嬉しいのはわかるけど今の時代どこで何が流出するかわからないわ。証拠は徹底的に排除だわ。私の周回遅れの青春が。トリムちゃん、まずはスマホを貸してほしいわ。いいけど。こんなの匂わせなんてレベルじゃないわ。確実に言ってるわ。全消去だわ。なんで？やめてよ。匂わせに価値などないわ。現実に満足した方がいいわ。正式な魔法少女になるためにバグをちゃんと探すわ。